皆さんこんにちは、ファナムです。今日のファナムチャンネルは高麗王朝を引き続きお送りしておりますけども、今日は19代の王である明正の治世についてお話を進めていきたいと思います。この時代は武神政権が始まり、そして目まぐるしく政権が交代していくというような特徴と同時に、各地で民衆の反乱が起きていくというようなところが挙げられると思います。それでは最後までお付き合いをしていただきたいと思います。はい、それではこの明正の治世なんですけども、まず押さえておかなければならないのが、この高麗の時代の社会についてまず押さえていきたいと思います。本来のこの高麗の社会というのは、文官、文藩とも言いますけども、分身、文官によってこの支配体制が整っていたわけなんですね。ですから、文官がこの科挙というですね、試験を受けて、そしてこの統治していくというような組織であったわけです。これを文治主義とも言いますけども、そしてその上位が文官であり、下位にですね、武藩という武官、分身とも言いますけども、その下位にあったということで、この武官の場合は、武科というですね、特別な試験はないということなんですね。いわゆるこの戦争で功績のあった人が接種していくと、将軍になっていくというようなこの形になっていくわけなんですけども、こういった組織が中番ということになります。そういった社会の中で、蔑まされたその武官が非常にこの怒りをですね、爆発させたその事件が1170年のファンインの乱ということで、86名の文官を殺害したということになってきたわけなんですね。それによって武神政権が始まってきたわけなんです。その後にウィジョンが王様であったんですけども、そのイジョンを廃して、そして、明正ですね、即位させたということで、実際にこの王にはですね、実権がなく、後々この長い間、この政権争いが続いていくというような形になっていきます。それと同時に、この武神に対する政治の、反乱、反発によって、各地で民衆の反乱が起きていったというようなことになっていきます。この、反乱の立役者になったのが、チ順部というですね、将軍と同時に、このイゴとですね、こちらにあります。そして、イーバンというですね、3人が主にこの主体となって、そして反乱を企てていったわけなんですけども、最初にですね、この3人の中で一番実権を持っていったのが、このイゴであったということなんですね。1171年に、自らがこの国王の座を狙おうというような計画を立てたというんですね。しかしながらそれが、秘密がですね、漏らされて、そして、結局はこのイゴが殺されていくというようなことになっていきます。次に政権を取ったのが、このイーバンというですね、人物で、このイーバンが、この政権の中で、もっとですね、この武神の力を強めていこうということになっていったんですね。それによって先ほど私が申し上げたこのチュンバンというですね、組織を強化していくというようなところに、重点を置いたというんですね。そして地方の官僚にこの武神を任命していくというような形になったんですけども、しかしながらそういった政治の中で、武官へのですね、反発が非常にこの大きくなっていったというような中で、その中で3つの反乱があったんですけども、1つは紀宝寺の紀保房ですね、紀宝寺の僧侶100名が反乱を起こしたということですね。それから金母団というですね、この人物によって、この乱が起こっていったということなんですけども、この金母団はこの前回の18代の王様のビジョンをもう一度ですね、復位させたいというような狙いがあって、乱を起こしていったと、反乱を起こしていったということなんですけども、このビジョンなんですけども、実際にはこのイーミンというですね、この反乱軍の一人であったイーミンによって、最終的には殺されてしまうと
いうようなことになっていきます。後々このイ・ミンもですね、政権を取っていくんですけども、非常に重要なこの反乱軍の中でもですね、中心的に役割を果たしていたということなんですね。それから、3つ目の反乱として1174年にですね、チョイチョンというですね、人によってこの反乱が起こっていくということなんですね。チョイチョンですね、民衆をですね、動員して、西とですね、北の領域のすべてをですね、この支配して、そして反乱を起こしていったということになります。しかしながらこのイーバンをですね、自分の娘を大使の妃にしようというようなところで、そこからですね、大きなこの内部でもですね、反対が起こって、最終的には、チョン・ジュン部の息子であるチョン・ギュンによって殺されていくということになります。で、次に、先ほど、中心的な反乱の役割をしたチョン・ジュン部ですけども、チョン・ジュン部が、この政権の中心になっていくわけですね。で、チョン・ジュン部というのは、非常にこの出世した人物であって、ムナ・シジュンというですね、こちらに書いてありますけども、チョン・イルプンというですね、最高の地位を得た、そういった、武神であったんですね。このチョン・ジュン部が、政権を取りながら、実際にはですね、非常にこの、民主に反発を買ったということで、その中でも、あるその特別地域があるんですけども、その特別地域というのは何かというと、特産物をですね、作らせて、そして、あるその地域の、特別な地域の中で、特別な技能を持った人をですね、雇って、そして、特産物を作らせると同時に、非常にこの税金もですね、納めさせなければならないというようなところで、こういったその地域の人々が、非常にこの苦しんでいたというところで、そこからですね、万夷万祖の乱というのが、起こったということになるんですね。で、この反乱は非常に大きな勢力となって、そして、各地でですね、暴動が起き、そして、なかなかその中央のこの官軍によってですね、抑えることができないようなですね、そういった大きな反乱になっていたということです。それからですね、結局はその、万万孫の乱もですね、収まったんですけども、やはりチョン・ジュン部もですね、権力の独占とですね、乱用というですね、ことも含めながらですね、先ほど、チョン・ギュンというですね、イーバンを殺したチョン・ギュン、チョン・ジュン部の息子ですけども、息子のチョン・ギュンの娘をですね、また王妃にしようというようなこの計画を立てていったんですけども、最終的にはですね、キョン・デスンというですね、また一人の人物によって、殺されていくということになります。で、先ほどのキョン・デスンですけども、1179年にチョン・ジュン部、チョン・ギュンを殺していくと。で、キョン・デスンはですね、この復興運動というものを展開していったというんですね。これどういうことかというと、この武神政権ではダメだということで、もう一回ですね、数年前のその文官を中心とした政治でないとなかなかまとまらないということで、復興運動を行ったということなんですね。それから当番というですね、この、自分のこの、身の回りをですね、守る、そういった護衛をですね、立てたということで、今までのいろんなですね、この反乱とかですね、政権交代を見ながら、自分もですね、そういった状況になってしまうんじゃないかということの恐れを抱いていったというんですね。またですね、文官とですね、武官を同じように任用するというようなところに展開していったんですけども、彼もですね、不正不敗の横行が非常にひどかったということと同時に、30歳で、この自分が殺したですね、チョン・ジュン部のですね、亡霊を見て、その恐れをなして死んでいってしまうということになります。で、次に政権を取ったのが、イ・イミンというですね、先ほど少しウィジョンをですね、殺したそういった人物が出てきましたけども、このイ・イミンによってだいたい13年間のですね、政権というものが、取っていくということになるんですけども、このイ・イミンがですね、ミョンジョンがこの呼び寄せて、そして政権を取らせたというんですね。
で、この移民というのは、非常にこの、家計が貧しく、そして身分もそんなにですね、低い身分であったところから出世していった、そういった人物であるんですね。で、出身が慶州、キョンジュですね。キョンジュの出身なんですけども、そういった家柄の中から出世していったということと同時に、非常にこの、占いがあったんですけども、これは中国から入ってきた占いで、新異説というのがあります。この新異説というのは、その王様が誰が現れるとかですね、そういった内容が主にあるんですけども、その中で龍の子孫が12代で終わり、そして、18時の、字が、18の子が現れるというような、この文字、占いというんでしょうかね、あるんですけども、で、それを解釈しながら、10と8と字というですね、漢字を合わせると、この理になるんだということで、自分がですね、この政権と同時に、自分が王様になるんじゃないか。要するに、彼はキョンジュ出身ですから、新羅はもう一度ですね、復興して、そして自分が王様になるんだということを、主張し出したというんですね。そんなところからですね、また、非常にこの周りからの反乱っていうんですかね、反発を受けながら、最終的に1196年にチェ・ジュンホンによって殺されていくということになります。このチェ・ジュンホンがですね、最終的にはチェ氏政権ということで、武神の政権の長期政権となっていくことになっていきます。で、1196年から1270年の間ですね、このチェ氏政権が始まっていくんですけども、じゃあ、武神政権が今後ですね、いつまで続くのか、そして、この武神政権が結局どのような理由で終焉をしていくのかということですね。日本のこの鎌倉時代から始まった武家政権と比較すると非常に面白いのかと思います。日本はですね、この武家政権が続いていったと。しかしながら、この朝鮮、高麗はですね、結局は途中で1270年にこの武家政権というんですか、武士政権が終焉していくというようなところなんですけれども、そういうような違いというのはどういうところから来ているのかということを今後またお話をしていきたいと思います。今日は長い間ご視聴ありがとうございました。